今日も夜の森からこんばんは。フクロウのポポです。 CCDV-F 対先の第3回。今日のテーマは設定と要件編です。前回は設計と運用、今日は要件と設定なんだね。堀田さん、また出てくるのかな？また堀田商事の堀田さんです。上司からお客様からのメール、クロードでいい感じに要約しておいてと頼まれ、堀田さんはその日のうちにさっと仕組みを作り上げました。翌週、出来上がった要約を見た上司は一言。思ってたのと違う。長すぎるし、クレームのメールまで軽い調子で要約されてる。堀田さんは正直、ちゃんと動くものを作ったつもりでした。ちゃんと要約してくれたんだよね。何がダメだったんだろいい感じに中身が実は誰の頭の中にもきちんと言葉になっていなかったんです。長さはどれくらいか、口調は丁寧語かカジュアルか、出力はメール本文かリストか、うまく要約できなかった時はどう扱うか、こうした具体的な条件、機能要件を作り始める前に確認していませんでした。う。なるほど。いい感じにを鵜呑みにせずに、長さとか口調とか具体的に聞き返せばよかったんだ。その通りです。一文の依頼をそのまま作り始めるのではなく、その裏にある具体的な条件を先に聞き出す。これが要件を理解する第一歩です。反省した堀田さんは、次はしっかり要件を聞いてから社内問い合わせ用のチャットボットを作りました。総務部の5人でテストしてもらったところ、レスポンスも早く、みんなこれは便利と大好評でした。自信をつけた堀田さんは、そのまま全社500人にチャットボットを公開。ところが初日の朝、社員が一斉にアクセスした瞬間、応答がどんどん遅くなり、ついにはエラーだらけに。総務部からは、さっきまで動いてたのにという問い合わせが殺到しました。5人では平気だったのに500人だと壊れちゃうんだね。何が足りなかったのかな？堀田さんが確認していたのは、正しく要約できるかという機能面だけでした。何人が同時に使うのか、何秒以内に返事が返ってくればいいのか、アクセスが集中した時にどこまで耐えられるべきか、こうした性能や規模に関する要件、インフラ要件、非機能要件を誰も数字として決めていなかったんです。機能が正しいだけじゃなくて、どれぐらいの人数と速さに耐えられるべきかっていう要件も別に必要なんだね。はい、ビジネス要件から機能要件を引き出すのと同じくらい、想定利用者数や応答時間といったインフラ要件を先に数字で決めておく。これも要件理解の大事な半分です。ポポさん、例えばどんなことに気をつけた方がいいの？そうですね。例えば普段は10人程度でも、月末やキャンペーン中は100人に増えるといったピーク時にどれくらい増えるか、待たせてもいいのは何秒までかという応答時間の目安、そして障害が起きた時どれくらいの時間で復旧すべきかという可用性、この3つを最初に数字で聞いておくだけでも、堀田さんのようなつまずきはかなり防げます。3件目です。堀田さんは今度こそ要件をしっかり固め、プロンプトも工夫を重ねて素晴らしい機能を素早くリリースしました。これで一区切りと、堀田さんはほっと一息つきました。半年後、別のメンバーが機能を更新しようとプロンプトを開いたところ、なぜこの書き方にしたのか、どこにどんな工夫が入っているのか、誰にもわからなくなってしまいました。結局恐る恐る触るしかなく、更新には想定の3倍の時間がかかってしまいました。これも現場あるあるだね。誰がなぜこの仕様にしたのか、誰もわからなくなることよくあるよ。記録って大事だね。はい、開発は作って公開したら終わりではなく、その後の運用・保守までが一続きのライフサイクルです。なぜその設計にしたのかを記録しておけば、半年後の自分やチームが安心して手を入れられます。作って終わりじゃなくて、後で誰かが触ることまで考えて記録しておく。当たり前だけど、ついつい後回しになりがちだね。それって料理のレシピになぜこの分量にしたかまで書いておくのと同じだよね。クロードコードにはそういうなぜこうしたかを書き残せるクロード MD っていう仕組みがあるんでしょ？その通りです、若葉さん。クロード MD の話はこの後もう一つ別の話を挟んでから詳しくやりますね。4件目、また堀田さんです。前回の反省を生かして記録はきちんと残すようになった堀田さんですが、今度は新しい回収案を思いつき、みんなきっと喜ぶはずと気持ちが先走って、確認なしにそのまま本番のプロンプトへ反映してしまいました。ところが本番投入した直後から普段と違う聞き方をされるたびにクロードが的外れな返事をするように。実はいつもと違う入力パターンでは一度も試していなかったことが後で判明しました。新しい思いつきをすぐに試したくない気持ち、私もよくわかる。でも先にちょっと試してみると、もっと安心して届けられそうだね。
そうなんです、若葉さん。開発のライフサイクルには要件定義や設計、実装だけでなく、本番に出す前に想定外の入力も含めて確かめるテスト検証のフェーズが必ず挟まります。ここを飛ばしてしまうと、良かれと思った変更ほど痛い目を見やすいんです。思いついたらすぐに試したい気持ちは大事だけど、本番の前にワンクッション置く癖をつけようね。はい、良いアイデアほどテスト環境で一度試してから本番へ。これがライフサイクルを守るコツです。5件目です。堀田庄司のチームに新しいメンバーが加わりました。ところがその人のクロードコードセッションだけチームで決めたはずのコーディング規約が全く反映されません。隣の先輩の画面ではちゃんと守られているのにです。堀田さんが調べてみると、原因はすぐに見つかりました。その規約は先輩が自分のホームディレクトリに置いた個人用のクロード MD にだけ書かれていて、プロジェクト側のクロード MD には一切書かれていなかったのです。個人用とプロジェクト用、2つの置き場があるんだね。先輩の分は先輩にしか聞かないってことか。はい、クロード MD にはユーザー個人用とプロジェクト全体用の階層があります。個人のホームディレクトリに書いた内容はその人だけに適用されます。チーム全員に共有したいルールはプロジェクト側のクロード MD に書く必要があるんです。個人用とプロジェクト用の階層、うちはリポジトリでもまさにそうなってるよ。実感を持って覚えられるな。個人の設定はその人だけ。チームで共有したいならプロジェクト側に書く。これがクロード MD の階層のルールです。6件目です。堀田さんは自分がよく使う特定のコマンドを確認なしで自動実行できるように設定しようと思い立ちました。自分専用の便利設定だからとセッティングス JSON にその許可を書き込みました。ところが翌日、チームメンバー全員のクロードコードで堀田さんが書いたはずのその自動実行設定が有効になっていました。誰も知らないうちに確認なしでコマンドが実行される状態がチーム全体に広がっていたのです。自分だけのつもりだったのにみんなに配られちゃったの？書く場所ってそんなに大事なんだね。勉強になるな。そうなんです。セッティングス JSON にはユーザー単位、プロジェクト単位、ローカル限定など設定が及ぶ範囲、スコープが分かれています。堀田さんは自分専用のつもりで書きましたが、実際にはプロジェクト全体に聞く場所に書いてしまいました。プロジェクト側のファイルはリポジトリを通じてチーム全員に共有されるので、そのままチーム全員の環境に反映されてしまったんです。自分だけのつもりの設定でもどこに書くかで全員に聞いちゃうことがあるんだね。気をつけよう。設定を書く前に、それが自分だけに聞く場所なのかチーム全体に聞く場所なのか必ず確認する。これが鉄則です。7件目です。堀田さんのシステムは常に最新版のモデルを自動で使うように設定されていました。最新なら一番賢いはずと堀田さんはそのままにしていました。ある朝、堀田さんのチームは大慌てでした。夜のうちにモデルが新しいバージョンへ自動で切り替わり、出力の口調や細かい挙動が変わったことで、これまで通っていたテストが次々と失敗するようになっていたのです。最新版が急に来ちゃったんだね。良いバージョンアップのはずなのに、なんで困ったことになるんだろう。モデルの世代が変わると出力の細かい癖や挙動が少しずつ変わることがあります。それ自体は自然なことですが、本番システムが常に最新のままだといつどんな変化が来るか予測できません。特定のバージョンに固定するモデルバージョンのピンニングをしておけば、切り替えのタイミングを自分たちで選び、事前に検証してから計画的に移行できます。最新を追いかけること自体は悪くないけど、いつ切り替えるかは自分たちで決めるってことだね。はい、本番は特定のバージョンにピンし、新しいバージョンは検証環境で試してから計画的に切り替える。これが鉄則です。最後8件目です。設計の記録はきちんと残す習慣がついた堀田さんでしたが、プロンプトだけはちょっと直すだけだからと別扱いにしていて、本番のシステムプロンプトをその場でどんどん直接書き換え、変更前の文面を控えることもありませんでした。ある日、堀田さんが直した新しいプロンプトでクロードの返答の質が明らかに悪化してしまいました。前に戻そうと思ったものの、前の文面がどんな内容だったかもう誰も正確には覚えていませんでした。元に戻したいのに戻し方がわからなくなっちゃったんだね。記録って本当に大事なんだな。プロンプトもコードと同じように変更のたびに記録を残す、バージョン管理する必要があります。いつ誰がなぜ書き換えたかを残しておけば、うまくいかなかった時にすぐ前の状態に戻せますし、何が結果を良くした変更だったのかも後から比較できます。プロンプトも大事な設計図の一部だから、勝手に書き換えて上書きしちゃダメなんだよね。プロンプトの変更も記録し、いつでも前のバージョンに戻せるようにしておく。これが構成管理の最後のポイントです。
今夜も堀田さんのおかげでたくさん学ぶことができました。ポポさん、みさきさん、今日もとっても面白かったです。要件の聞き取り方、機能とインフラの両方の要件、記録を残すシステムライフサイクル、テストの大切さ、Cloud.md やセッティングス JSON の階層、モデルとプロンプトのバージョン管理。今日は盛りだくさんだったね。堀田さん、今日も本当にお疲れ様。堀田さんの話、いつも人事じゃないなって思っちゃいます。要件って事前に想定しておくことがたくさんあるんですね。ポポさん、これを気をつけて設計しようというリストがあると設計漏れや多少でも予防できるのかな？皆さんはどう思いますか？そんなリストが欲しいというものがあったらコメント欄で教えてください。ポポさんに一緒にお願いしてみましょう。ポポさん、私もクイズに挑戦していい？もちろんです。それでは今夜の黒板クイズに行きましょう。第1問。上司からメールをいい感じに要約しておいてとだけ頼まれた。作り始める前にまず確認すべきことは？ A、とりあえず一番賢いモデルを選ぶ。 B、長さ、口調など機能要件を聞く。 C、確認せずまず作ってしまう。 D、要約せずそのまま転送する。答えは B、長さ、口調など機能要件を聞くです。いい感じにという一言は実は誰の頭の中でも具体的な条件になっていないことが多く、作り始める前にこの言葉を分解して聞き返すことが要件理解の第一歩になります。 A はモデル選びを優先する考え方で、要件が固まる前に選んでも判断基準がありません。 C はまず作ってしまう進め方で、堀田さんが最初につまずいた原因そのものです。 D は要約自体をやめてしまう対応で、そもそもの依頼に応えられていません。第2問。少人数のテストでは快適だったチャットボットを全社公開したらアクセス集中でエラーが続出した。事前に決めておくべきだったことは？ A、使う色やデザインなどの見た目の要件。 B、社員の名前を事前登録する。 C、利用人数や応答時間などのインフラ要件。 D、返答の口をもっと丁寧にする。答えは C、利用人数や応答時間などのインフラ要件です。機能が正しく動くかどうかだけでなく、何人が同時に使い何秒以内に応答すべきかという性能面の要件を数字として決めておくことで、規模が変わった時の崩れを事前に防げます。 A は見た目のデザインに関する要件で、アクセス集中の問題とは別の話です。 B は事前の名前登録という運用上の作業で、性能不足そのものの解決にはなりません。D は口調という機能要件の話で、今回の遅延やエラーの原因ではありません。第3問。機能を素早くリリースして満足していたが、半年後誰も設計の理由を覚えておらず更新が怖くなった。何が足りなかった？ A、もっと強力なモデルに変更すること。 B、リリースを半年遅らせること。 C、プロンプトを英語だけで書くこと。 D、運用保守まで見据えて設計理由を記録する。答えは D、運用保守まで見据えて設計理由を記録するです。開発は作って公開したら終わりではなく、その後の運用保守までが一続きのシステムライフサイクルで、なぜその設計にしたかを残しておけば、半年後の自分やチームでも安心して手を入れられます。 A はモデルの性能を上げる話で、記録が残っていない問題そのものは解決しません。 B はリリースを遅らせるだけの対応で、根本原因である記録不足には触れていません。C は記述言語の話で、設計理由が記録されているかどうかとは関係がありません。第4問。良い回収案を思いついた堀田さんが確認なしにそのまま本番プロンプトへ反映したところ、想定外の入力で的外れな返答が続出した。防ぐには A、思いついたらすぐ本番へ反映する。 B、テストで想定外の入力も確かめる。 C、回収のたびにモデルを最新版へ切り替える。 D、変更を誰にも知らせず行う。答えは B、テストで想定外の入力も確かめるです。開発ライフサイクルには要件定義や設計、実装だけでなく、本番前に確かめるテスト検証のフェーズが必ず挟まり、良いアイディアほどここを飛ばすと痛い目を見やすくなります。A は確認を省いてすぐ反映する進め方で、今回のトラブルの原因そのものです。C はモデルの切り替えに関する話で、テスト不足という今回の問題への対処にはなっていません。D は周囲に知らせず変更する進め方で、チームでの確認機会そのものを失います。第5問。
新しいメンバーのクロードコードだけチームの規約が反映されない。隣の先輩の画面では聞いている。最も考えられる原因は A、個人用クロード MD にしか書いていない。 B、クロード MD に未対応な仕組み。 C、パソコンの OS が対応していない。 D、クロード MD は1週間で執行する。答えは A、個人用クロード MD にしか書いていないです。クロード MD にはユーザー個人用とプロジェクト全体用の階層があり、個人のホームディレクトリに書いた内容はその人だけに適用されるため、チーム全員に共有したいルールはプロジェクト側に書く必要があります。B はクロードコード自体がクロード MD に対応していないという説明ですが、実際には対応しています。C は OS が原因という説明で、クロード MD の適用範囲と OS の種類は関係ありません。B は1週間で執行するという説明ですが、そのような期限は存在しません。第6問。自分専用のつもりでセッティングス JSON に書いた自動実行の許可設定が翌日チーム全員の環境で有効になっていた。何が問題だった？ A、ファイル名自体が間違っていた。 B、そもそも存在しない機能だった。 C、プロジェクト全体に効く場所に書いた。 D、不具合で全員に配布される。答えは C、プロジェクト全体に効く場所に書いたです。セッティングス JSON にはユーザー単位、プロジェクト単位、ローカル限定など設定数及ぶ範囲があり、自分専用のつもりで書いた内容が実際にはチーム全体に効く場所に書かれてしまうと、意図せず全員に共有されてしまいます。A はファイル名自体の問題ですが、セッティングス JSON という名前そのものは正しい仕組みです。B は機能が存在しないという説明ですが、自動実行の許可設定は実際に存在する機能です。D は不具合のせいだという説明ですが、原因は書いた場所、スコープの選び間違いです。第7問。本番システムを常に最新版のモデルで動かしていたら、ある朝突然出力の挙動が変わり、既存のテストが次々失敗した。防ぐには A、テストを減らし失敗を見えなくする。 B、常に最新版を使い続ける。 C、テンペレチャーを下げて安定させる。 D、特定バージョンにピンし検証後に切り替える。答えは D、特定バージョンにピンし検証後に切り替えるです。モデルの世代が変わると出力の細かい癖や挙動が変わることがあり、常に最新版のままだと変化のタイミングを自分たちで選べないため、バージョンを固定した上で検証環境を経てから切り替えるのが安全です。A は失敗を見えなくするだけの対応で、根本の変化そのものには対処できていません。B はそのまま最新版を使い続ける進め方で、今回のトラブルを引き起こした原因そのものです。C は生成のランダム性を抑える調整で、モデルの世代交代そのものには対処できていません。第8問、最後の問題です。本番のシステムプロンプトを直接書き換え続けていたら、ある変更で質が悪化し、前の文面に戻したくても誰も覚えていなかった。防ぐには A、コードと同じくバージョン管理する。 B、個人のノートにだけ残しておく。 C、そのまま書き換え続ける。 D、一度書いたら二度と変更しない。答えは A、コードと同じくバージョン管理するです。いつ誰がなぜ書き換えたかを残しておけば、うまくいかなかった時にすぐ前の状態に戻せますし、何が結果を良くした変更だったのかも後から比較できます。B は個人のメモだけに頼る方法で、チームで共有、復元できる記録にはなりません。C は記録を残さず書き換え続ける進め方で、今回のトラブルの原因そのものです。D は変更自体をやめてしまう対応で、改善のための調整ができなくなってしまいます。第3回設定と要件編はここまでです。今日の4つ。要件は具体的に聞き返す。インフラ要件は数字で決める。本番前にテストし判断の記録を残す。設定の階層とバージョンを意識する。この4つを持ち帰ってください。ポポ、3回目のお話もありがとう。わかりやすくて面白かったよ。皆さんはどうでしたか？チャンネル登録、いいねボタンぜひお願いします。はい、ぜひお会いお願いします。明日は LLM の基礎編、トークンやコンテキストウィンドウの話です。また明日、ポポの森でお会いしましょう。皆様こんにちは、みさきです。私は毎日ポポと一緒に EC の現場で AI を使って仕事をしています。このチャンネルでは忙しいあなたの代わりにポポが AI 情報を選んでお届けします。明日の仕事で AI を使いたい。AI を基礎から学びたい。AI 試験に合格したい。そんなあなたをアシストします。
チャンネル登録、いいねボタンぜひお願いします。それではまた。